昔、昔、丹後の国、水の江の裏に、浦島太郎という漁師がおったそうな。太郎は釣り竿を担いで海へ出かけ、小魚を釣っては売って、年老いた両親を養っておった。ある日のこと、浜辺で子供らが、一匹の大きな亀を捕まえて、棒でつついたり、石を投げたりしていじめておった。これこれ、かわいそうに、逃がしておやり。太郎は子供らから亀を逃がしてやると、そっと海へ返してやったんじゃ。それから2、3日経った頃じゃったろうか。太郎がいつものように海で釣りをしていると、波間から、太郎さん、太郎さん、と呼ぶ声がする。見れば、あの時の亀が、首を出してこちらを見ておった。先日は助けていただき、ありがとうございました。お礼に、竜宮城へ案内しましょう。亀の背中に乗ると、海の中をスイスイと潜っていく。目の前には、見たこともない立派な門。そして、美しい乙姫様が出迎えてくれたんじゃ。通された部屋は、なんとも不思議な場所じゃった。東の窓を開ければ、桜が満開の春。南の窓からは、蝉の声が響く夏。西を見れば、紅葉が燃える秋。北には、雪がしんしんと降る冬。ここでは、四季が一度に眺められるんじゃ。美味しいごちそうに、鯛やヒラメの舞踊り。太郎は時の経つのも忘れ、夢のような毎日を過ごしておった。しかし、3年が過ぎた頃、ふと、故郷に残してきた両親のことが心配になった。もう帰らねばなりません。太郎がそう告げると、乙姫様は悲しそうに、一つの美しい小箱を差し出した。これは玉手箱。もし、再びここへ戻りたいと思うなら、決して開けてはなりませぬ。亀に送られ、懐かしい浜辺に戻った太郎じゃったが、何やら様子がおかしい。家があった場所は草むらになり、道行く人は誰一人として知らぬ顔。もし、浦島太郎という人を知らんかね。村人に尋ねると、怪訝な顔でこう言われた。浦島太郎。ああ、確か700年も昔に、海へ行ったきり戻らなかったという。あの伝説の、なんと、竜宮城での楽しい3年は、地上での700年だったんじゃ。両親も、友達も、とうの昔に亡くなっておった。墓石には、苔が蒸しておる。たった一人、取り残された太郎。悲しみと絶望の中で、ふと手元の玉手箱に目が行く。これを開ければ、また昔に戻れるかもしれん。乙姫様との約束を忘れ、太郎は震える手で、その蓋を開けてしまったんじゃ。すると、中から紫色の雲が、もくもくと立ち上がり、その煙を浴びた太郎は、みるみるうちに腰が曲がり、髭は白くなり、その場にパタリと倒れてしもうた。箱の中に入っていたのは、太郎が竜宮城で過ごしたおいそのもの、あるいは、人間としての寿命だったのかもしれんのを、開けてはならぬと言いながら、なぜ乙姫様は箱を持たせたのか、開けずにいれば、またいつか会えたのか、それとも、波の音だけが、ザザー、ザザーと、今も昔も変わらず響いておるそうな、波の音だけが残る、少し切ない結末でございました。あなたの記憶の中にある、忘れられない昔話は何ですか？もう一度紐解いてみたい物語があれば、どうぞコメント欄にリクエストを残してください。このチャンネルでは、日本の美しい心を物語に乗せてお届けしています。続けてお楽しみいただける方は、チャンネル登録をお願いいたします。次の物語で、またお会いしましょう。